皆様、本日はですね、先日ね、リクエストにもあったんだけど、確かに作ったことなかったので、今回は肉じゃが作っていきたいと思います。美味しいよね、単純に。で、今回材料は、肉じゃがなんでね、こちら、牛肉。見て、レジにて半額だったの。これね、700円だったね。肩ロースかな、今回は。肩ロースの薄切りと、じゃがいも。ちょっと皮は剥いて、今水にさらしてるんだけど、でんぷんとか出てね、すぐ変色するんで、皮剥いた後はちょっと水にさらしといた方がいいです。に、人参、玉ねぎ、白滝。で、あと彩りでね、今回、絹さやえんどうですね、やっていきたいと思います。はい。じゃあまず、ちょっと、じゃがいも。もう、水洗いじゃない場合と、皮は剥いてるので、4等分かな。で、もう一回ちょっと水に戻しておきます。皮むいた後、芽は包丁のここの部分使ってちょっと取り除いてって感じですね。で、じゃがいもね、時間かければ、その大きい状態でもね、火は入るんだけど、今回パパッと作りたいので、なるべくそんな大きすぎない塊でカットしてあげてください。で、人参、こちらは乱切り。これも皮むいております。でね、肉じゃが作るとき絶対やってほしいのは、もう確実にアク抜きですね。アクは取ってあげてください。牛肉のアクって結構ね、えぐみとかが強いんで、絶対やらないとダメだと思う。で、牛肉は絶対アク抜きをしてあげてください。で、玉ねぎ。今回ちっちゃい玉ねぎだったんで、2つ使うんだけど、大ぶりの玉ねぎだったら1玉で大丈夫です。これ適当な大きさにくし切り。で、今回白滝はこれアク抜き不要なので、ちょっと軽く水洗いします。そしたらこちら白滝は、適当な大きさにカットね。ちょっと長すぎるんでね、このまんまだと。3等分ぐらいにしてざるにあげておきます。で、こちら今度はさやえんどう、絹さやですね。はい、絹さや。そしたらこれはこのなんて言うんだろう、これ、この上の部分、ヘタの部分っていうのかな。でプリオンってやった後、もう片方の方もこうやってちょっと硬い部分ね、ちょっと剥いであげといてください。で、絹さや、こちら水洗いして、これは最後終盤に入れます。で、最後牛肉。今回は約400ですね。400ちょっとないぐらい。で、牛肉を、これも3等分かな、大きさ的には。これくらいカットしたら、はい。じゃあ火にかけていきます。じゃあやっていきます。まずほんの少しね、油少しでいいです。なくてもいいです。くっつかないのであれば。少し油引いて、まずは玉ねぎ炒めていきます。じゃあ玉ねぎをちょっと約 1,2 分ほど炒めて、軽く火が入ったらここに牛肉、はい。じゃあ牛肉に一通り火が入ったら、ここで人参とじゃがいもに入れます。はい。それでこの根菜類も炒めときます。で、じゃがいもと人参にも一通り油が回ったら、ここにお水2カップと、いつものあごだし、こちら大さじ2杯。これはなくてもいいんだけど、なくてもいいっていうか、あごだしを入れるんだったら入れなくてもいいし、逆にあごだしがないんだったらこっち、こういうだしパック、こちら1/2、この量のね 3g かな、これだと。おーっと半分ほど入れておきます。和風だしの素ですね。和風だしの素で、この状態でちょっと沸騰させて、アクを浮かせてアク取りします。結局ね、水分は飛ばすんで、もうちょっと水分足しとこう。もうちょっと1カップ分水分足しておきます。アクが取りやすいんでね、そっちの方が。はい。で、この状態で沸騰するまでちょっと待って、アクが浮いてきたらアクを取っていきたいと思います。では、しっかりこうやって沸騰させていくと、アクがだいぶ出てき始めたので、こちらのアクを取っていきます。こやつらです。じゃあ
結構ね分かりやすいアクを取れたら、まあ、あとはちょっともし目立つようなアクがあったらこまめに取っていってあげてほしいんだけど、じゃあここに味付けしていきます。まず醤油大さじ3杯、お醤油大さじ3杯、こちらです。みりんも大さじ3杯、はい、みりん、お酒、こちらも大さじ3杯、お砂糖を大さじ、2杯くらいにしとこうかな。甘めなのが好きな方はもうちょっと多くてもいいです。お砂糖大さじ2杯。そしたらここにもう白滝も入れていっちゃいます。白滝、美味しいんだよね。うまいね、うまいね。おうでいい感じに全部沈んだら、で最後ねこの上に落とし蓋をして、これマックス開いてるね、マックスで、あとはこの状態で、火は中火ぐらいにして10分から20分ほど芋たちに火が入るまで火をかけ続けていきたいと思います。じゃあ煮込んでいきます。この段階でちょっとまたアクが目立つようだったらその時取ってあげてください。はい、では約30分ぐらいかなやったんですけれども、もうだいぶ水分が半分ぐらいになりましたね。で今ちょっとじゃがいもを見た感じも完全に火は通ってたんで、あとこれ冷ましたら余計味が染みてたから次の日とかねすごい美味しいんだけども、今この段階でも十分美味しかったので、じゃあこのタイミング最後絹さや入れて、で最後もう一煮立ちさせて、ちょっと絹さやに火が入って、ただ絹さや火通しすぎちゃうとねちょっとね色合いが茶色っぽくなっちゃうんで、この味が染み立ってね綺麗な緑を残すために、この状態で最後もう一回ちょっと落とし蓋して絹さやに火が入ったら完成です。でもあとは盛り付けて食べていくだけなので、実際食べていきたいと思います。早速肉じゃが実食していきたいと思います。いただきます。いいですか？じゃあどうぞどうぞ、先ちょっといっちゃって。もう分かりやすいじゃがいもからいきます。やっぱりいや形がすごい。いただきます。形がすごく残ってんのに、もう食べた瞬間ものすごいボロボロボロってもう柔らかいじゃがいもになってて、あの短時間でできたとは思えないぐらいすごい味も染み込んでるんですけど、いやこれがプロの味かっていう感じの味、もうマジでうまい。いただきます。天才だわこうちゃん。もうじゃがいもでご飯食べられる。うまっ。なんかもう安心する味じゃない？すごい。ちょっと肉持っちゃっていい？俺も食べていいか？じゃあ肉をね、やっぱね、いやちょっとお肉と白滝優勝これよ。わ今のこの時点でこの美味しさ、明日どうなってんのっていうぐらいの、もうめちゃくちゃ柔らかくて味が超染みてる。いや家帰ってきてこれがあったら最高、マジで。これはすごいわ。本当にね、和食の基本の味付けになってると思うので、肉じゃが以外のね煮物とかにももう十分応用していただける作り方だと思うから、今回のその調合は絶対覚えておいた方がいいと思う。本当に美味しい。人参もいい。本当にお店の味で、彩りとかもさ、絹さやとか入れてくれてるし、すごく見た目もね、見た目から美味しそうに見えるっていうのは本当重要だから、すごい。ちなみにこの味噌汁はこの前紹介したしじみのやつに今回ちゃんと味噌とネギ。なるほどね。こんな幸せな食事ないね。最強だねこれ。
ということで、本日はですね本当に美味しい肉じゃがをねこうちゃんに作っていただいたんですけど、本当にねこれぞプロの味っていう感じの味付けになってます。本当お店で出てる肉じゃがと変わらないです。本当めちゃくちゃ美味しい。美味しいでお肉もねすごく柔らかいし、もうやっぱあれだね、やっぱ一番皆さんね食べて思うのはじゃがいもだよね。じゃがいもがねこんだけ煮崩れしてないのに触った瞬間にボロボロボロってホクホクホクってこう崩れていくのがすごく美味しいです。で短時間なのにしっかりね味も染みてるし、もう次の日食べるのが本当に楽しみに、ね、なる料理になってます。はいめっちゃ美味しい本当に。本当にもうめっちゃ作って作り置きした次の日も美味しいと思うんだけど、今回じゃがいも4個分だったんだけど、じゃがいもめっちゃ多めに作って残しておけば、残ったのコロッケとかにリメイクとかもできるんで、そうだね、そういう作り方もありだと思うので、ぜひぜひ。はい皆さんぜひ本当に本格的な肉じゃがになってると思うので、ぜひ皆さん作ってみてください。はい、リクエストくださった皆さんありがとうございます。結構ね肉じゃが本当にあったんだけど、なかなかね作る機会なかったんで、こういう機会にね作れてよかったね。はい、ということで以上になります。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。